時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組では海外のウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。先日立冬を過ぎまして、暦の上では冬に入りました。東京ではこの季節、酉の市で賑わいます。酉の市は主に和紙や酉にちなむ寺社の年中行事で、関東地方を中心とするお祭りですね。縁起物の熊手はかっこめと言われ、毎年様々な種類の縁起を担いだ熊手が露店に並びます。この時期は商売繁盛を願った熊手を求めて、飲食店をされている方の多くが参拝に訪れることでも有名ですね。今年も気がつくと残り2ヶ月を切ってしまいました。バーをはじめ飲食店の皆さんにはぜひとも繁盛していただきたいなと思います。それでは海外ニュースからご紹介したいと思います。先月何度か放送でご紹介しておりましたオンラインスコッチウイスキーアワードの結果が11月6日に発表されましたので、詳細についてお届けしたいと思います。オンラインスコッチウイスキーアワードは名だたるウイスキー YouTuber20 名が集まって8つの部門にノミネートをし、最後に一般投票によって受賞者が選ばれました。今回は主要な賞から3つをご紹介したいと思います。それではまずベストエントリーレベルシングルモルト賞です。この賞では手頃な価格で広く普及している誰もが楽しめる最高のウイスキーを紹介することを目的としています。ベストエントリーレベルシングルモルト2021では定番商品の中からアードベック、アラン、ブナハーブン、ハイランドパークなどの6つの有名ボトルがノミネートされました。記念すべき第1回の受賞に選ばれたのはアラン10年です。続いてベストディスティラリー賞です。この1年で多くの人が入手可能で手頃な価格を維持しながら最高の体験をもたらしてくれた蒸留所を称える賞になります。ベストディスティラリー2021では人気の高いボトルの多いアランやブルックラディ、グレンアラヒーを抑え、スプリングバンク蒸留所が選ばれました。最後にオンラインスコッチウイスキーアワードを締めくくる最も名誉ある賞、ベストシングルモルトスコッチウイスキー賞です。スコッチである限り、このウイスキーは優れた価値を提供し、広く入手できるものでなければなりません。この部門にふさわしい最高のウイスキーが選ばれました。ベストシングルモルトスコッチウイスキー2021にふさわしい今年最高のウイスキーに選ばれたのはアラン10年です。日本でも非常に人気の高いアラン10年が見事2部門に輝きました。今回ご紹介した賞以外にもブレンデッドモルトやインディペンデントボトラーズの部門もあります。受賞発表の様子は YouTube にて公開されていますので、ご興味のある方はぜひ動画の概要欄にある
リンクからご覧ください。続けてもう一つ海外ニュースをお届けしたいと思います。グレンモーレンジーからシチリア島のマルサラワインカスクで仕上げたクリスマスボトル、冬物語A Tale of Winterをご紹介したいと思います。前回のケークに続く限定商品です。この新グレンモーレンジーは13年熟成のシングルモルトスコッチウイスキーになります。新商品についてはフルーツと蜂蜜、ココアパウダーとスパイスの香りが弾けると表現されています。一方、ボトルのラベルはイギリス名物のクリスマスにちなんだ陽気なデザインのセーター、クリスマスジャンパーを連想させるものとなっています。このウイスキーにインスパイアされて、グレンモーレンジーはこの限定品を使ったウィンターオールドファッションを含む家庭で簡単に作れるホット&コールドの冬の飲み物シリーズを作りました。グレンモーレンジーのウイスキー開発ディレクターであるビル・ラムスデン博士は次のように述べています。外が雪で覆われている時に冬用のジャンパーを着て火のそばに寄り添う楽しさは誰もが知っていることでしょう。このウイスキーはフルーツと蜂蜜の軽やかな香りに始まり、ココアパウダー、赤唐辛子のフレーク、ブラジルナッツタフィーの塊が次々と現れ、シナモン、ジンジャー、クローブが渦巻く永遠に続くようなフィニッシュで最高潮に達します。グレンモーレンジーA Tale of Winterは日本での発売情報はまだですが、ぜひいただいてみたいですね。詳細については動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、グレンモーレンジーファンの方はチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのウイスキーにまつわるお便りを募集しています。いただいたコメントの中から番組内で紹介していきますので、動画の概要欄にある Twitter リンクから DM でお送りください。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はスペイサイドからベンリアック蒸留所のベンリアックスモークシーズンになります。ベンリアック蒸留所は1897年の創業で、その後大手ブレンド会社の倒産の煽りを受け、1900年に一度閉鎖に追い込まれました。1966年に再開されてからは、オーナーが変わるたびにアイラタイプの原酒やローランドタイプの原酒を仕込み、それが多彩なストックを生む大きな要因となっています。現在の生産能力は年間280万リットル、4基のスチルを備え、フローモルティングを今なお手掛ける数少ない蒸留所の一つです。2016年からジャック・ダニエルで有名なアメリカの大手スピリッツメーカーブラウン・フォーマン社に買収され、ボトルデザインを一新した新生ベンリアックが現在生産されています。そしてこのベンリアックスモークシーズンはスモールバッチタイプで、バーボンバレルとバージンオークカスクで熟成されています。これらの樽はベンリアックのスモーキーな原酒に含まれるトーストしたような甘い香りを増幅させるために意図的に選ばれたものです。マスターブレンダーのレイチェル・バリ博士によって微調整された新しいレシピにより、
この蒸留所でリリースされるウイスキーの中で最も強烈なスモークを実現しています。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。早速香りからいただいてみたいと思います。重厚なピートのスモークが 52.8% のハイプルーフとともにアタックしてきます。香りが開いてきますと、ピートスモークが甘さを帯びてきまして、その中にオークダル由来のスパイシーさ、そしてシトラスのような爽やかさも感じられます。では飲んでいきたいと思います。やはりスモールバッチですね。フルボディでまったりとしたコクを感じます。舌に乗せると強烈なスモークの中にバニラ、焼きリンゴ、シナモンといった甘みとスパイス感が複雑に絡み合い、口の中に広がります。そしてオレンジのような柑橘のフィニッシュから甘くスモーキーな余韻が非常に長く続きます。うまい。飲み込んだ後に鼻腔に抜ける重厚なピートが素晴らしく、スペイサイドでは珍しい強烈なスモーキーさが目立った味わい深いウイスキーでした。ピート好きの方でしたらアルコール度数が 52.8% となっていますので、飲み方を選ばず楽しめる一杯かと思います。もしバーで見かけられた際にはぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはアイラから、オフィシャルでは残念ながら終売となりましたボトルをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。